最近自暴自棄の無敵の人は良心的になってきたので、シビラ要員のような不特定多数が集まる空間で弱そうな女性、子供を差別攻撃するのではなく、自民党本部など社会を悪くする根源なく限定的に狙って自分を犠牲にして海民攻撃する良心的な言うんできました。いやー、でも僕がちらっとニュースを見た限りで、首相官邸に突っ込んだ人っていうのが、ホームページを作れるっていうぐらいの一応 IT スキルもあって、で、行政書士の資格もある人なんですよね。割とだから社会の中ではそれなりに普通に食っていけるスキルがある人なのに、なんかその人がテロのような行為をしてしまうっていう話を聞く人が周りにいない社会というのが良くない気がするんですよね。もちろんそんなやつの考えなんて知ったこっちゃねえやっていうのもあるかもしれないですけど、でも一応なんかこう思うんだよねとか、じゃあ社会ってこうやって変えた方がいいよねとかっていう話を聞いてあげて、じゃあこうした方がいいよねっていうのが相談できる相手というのがいれば、もうちょっとね、社会は変わったんじゃないかなっていう気がするんですよね。社会というかそういう人の行動は。安倍首相を暗殺した容疑者というか被告人の人もやっぱり頭良かったじゃないですか。だからなんか話し相手とか相談相手がいて、それをやったとしてもあなたの人生がプラスになるわけではなくて、むしろ別のことをした方が自分の兄弟だったりというのが幸せになりますよみたいなのだったりとかも、やっぱり話し相手がいればなんとかなったんじゃないかなと思うんですけどね。反戦反原発の人が火炎瓶を投げつけられ勝手に車に突っ込んだりと魅力的で面白いなそうなんですよね。自分は正しいのでそのための暴力であれば許されるべきであるっていう考え方をする人って結構いるんですよね。中国でいくと愛国無罪っていう言葉があるんですけど、自分の主張は正しいのだからその主張を伝えるためには何をしてもよい。で、その主張がわからないやつは頭が悪いっていうふうに考える人っていうのが、割と過激派に多いんですよ。自民党を支持するやつは劣等民族である。なぜなら僕らは劣等の上である優勢民族であるからなのかわかんないけども。っていう感じで自分が正しい、それが理解できるものはバカで、どちらかというと存在価値があまりないみたいなのを言いたがるというのが、結構テロリスト思考だと思うんですよね。割と与党側の人っていろんな人がいるよねというのを結構許容してたりするんですよね。おかしな人とか変わった考え方の人もいるよね。まあでも社会ってそういうものだよねってなるんですけど、割となんか左派とか反戦反原発の人とかはいろんな考えというのを認められなかったりするんですよね。例えばじゃあ全然違う話で日本の政治がどうだらって話をしてるときに、ガザの人たちを助けようとしないお前らは人手なしだとか、いやいやガザの話題の時は確かにガザの話題するんだけど、今日本の政治の話題をしてるから、とりあえず日本の政治の話題しよう。他のテーマの時にじゃあイスラエルとガザの話するから、それは別の機会にしようみたいなのが分からない、できないっていう人っていたりするんですよね。自分が大事だと思うことの話を人類すべからく必ずしなければならぬべしっていうのがなんかどうなんだろうなと思うんですけど、はい。なぜそういうテロのような行為をするような人たちが最近増えてるのかっていうところを考えた方がいいんじゃないかなと思っていて、15年前ぐらいに僕死刑になったりとか警察に逮捕されるっていうのを怖がらないで犯罪をやる人を無敵の人っていう呼び方をしたんですけど、やっぱここ数年ちょこちょこ年に1回とか2年に1回とか大阪の心療内科に火をつけた人だったりとか、京都アニメーションというところに火をつけた人だったりとか、神奈川の障害者施設の事件を起こした人とか、小田急線だったり京王線とかで事件を起こした人とか、ちょっとだいぶ前になりますけど秋葉原で事件を起こした人だったりとか、お金が欲しくて犯罪をやりますとか、特定の誰かが嫌いだから攻撃しますっていうのではなくて、漠然とした社会とかに対してじゃあこうやってやるぜっていう事件、欧米でいうテロリストのやるような事件っていうのが日本でもちょこちょこ増えてきてしまったんですけど、それがじゃあなんで起こるのかっていうので、日本ってだいたい年間に2万人ぐらい自殺をする人がいるんですよね。その2万人の中にこの社会生きてても辛いから死んだ方が楽だよねって言って自分で死んでしまう人っていうのがいるんですけど、社会からこれだけ阻害されてるんだから別に一発やり返してもいいよね、どうせ死ぬんだしだから死刑になっても構わんよねっていう、そういう考えの人がちょこちょこいるっていう状況で、社会から人を排除すると社会に牙を向くよねっていうのはもうさすがにいろいろと皆さん理解されるような状況になってきたんじゃないかなと思うんですけども、渋谷のバス停で座ってたホームレスの女性を殴り殺した引きこもりの人が出てきたっていう事件があるんですけど、あれもホームレスっていない方が社会にとっていいよねって思った引きこもりの人がやっちゃった事件で、手を出したっていうことで犯罪者になったんですけど、ただじゃあ公園にいるホームレスとか駅前のホームレスとかが駅員さんとか警備員だったり警察官とかに追い出されてるのを見ても、普通の人ってそれ当然だよねと思って止めたりしないと思うんですよね。
目の前からホームレスみたいな弱者っていうのがいなくなればスッキリしていいよね、みたいな。で、じゃあいなくなった人たちって別の公園や別の駅だったりでまた同じような排除っていうのになるんですけど、で、それって遠回しにあわよくば自分の見えてないどっかのところに行って勝手にのたれ死んでくれた方がいいよねっていうメッセージになってると思うんですよ。で、そういうメッセージを社会が出し続けてると、やっぱりそこから排除されたなって思う人は、それをなんか社会を守らなきゃいけないとか、社会の秩序を守らなきゃいけないとか思わないのは当然だと思うんですよね。なので、人を排除するという考え方自体を変えていった方がいいんじゃないかなというふうに思ったりしました。という、取り立てでこうしたら簡単に解決するよみたいな話ではないんですけど、皆さんが弱者だったりホームレスだったりっていう人たちを見ない方がいいよね、見なくてもいいよね、あの人たちいなくなった方がいいよねってうっすら思ってるものっていうのが実際に結果になってしまうっていうこともあるんじゃないかなと思いました。平和とは何ぞや。平和というのはね、自分の周りが不幸にならないことなんですよ。日本の場合ってアフリカで内戦がありましたとか、マリ共和国というところでボコハラムという人たちが大活躍して、で、そこで若い女の子たちから拉致られて強姦されまくってますとかっていうのって、ニュースにすらならないですよ、日本語では。なので、日本の場合って、日本語の通じる人たち、日本語圏の人たち、でもしくは自分の周りの人たちが幸せだったら平和というふうに考えるので、自分のここまでは守れるよねという範囲を決めて、その中の人たちが幸せであれば、それは平和であるというふうに日本の人たちは考えるんですよね。自分の周りだけ考えるっていうのであれば、全然平和でいいんじゃないかなと思うんです。結構ね、ウクライナとロシアっていうのが、じゃあ戦争してますとか、ガザ地区とかイスラエルとか戦争してますっていうのでも、知ったこっちゃねえよってなれば平和なんですよ。ガザの人が死のうがイスラエルの人が死のうが知ったこっちゃねえよっていう感覚になると、俺の周りは平和っていう。でも結局人間ってそういうものなんですよ。ただリベラル系の人たちとかっていうのは自分の周りの範囲というのを結構広めに取るので、なのでできる限り世界中の人たちが幸せになってくれた方がいいよねっていう独善が強いんですよ。自分と全く関わらない人たちでも幸せに暮らせてる方がなんとなく気持ちよくなれるという個人的なエゴが結構強いんだと思うんですよね。割と僕ウクライナにね500万ぐらい寄付したんですよ。何の役に立つかというと全く役には立たないんですけど、正義というものがきちんとうまく機能している社会の方が結果として地球人類がでも幸せになっても別に意味ないのか。でもなんか正義というものが生き残っている方が多分社会にとって幸せな人が増えて、結果として僕がなんかいろんなところに旅行してた時も楽しいよねっていう自己満足の一端として正義というのはやっぱり実現されるべきであるというふうに思ってるんですよ。正義が実現されないと権力のある者が何かをやったとしてもそれに逆らえないということになってしまうんですよね。なので昭和の時代にパワハラセクハラが何で多かったかっていうと正義が実現されてなかったからなんですよ。正義と権力っていうのがあって権力っていうのは常時強い。ただ正義が強いと権力によって弱者が何らかしらやれたときに正義の方が強いので権力者を罰することができるんですよ。でも正義がなくなってしまうと権力者を罰することができなくなっちゃうんですよね。なのでじゃあ賄賂もらい放題とか裏金やり放題とかでも正義というものが強さを持ってないと権力を持ってる人がやり放題で俺たちが法律作るんだからこれ全然無罪じゃねっていうのをやっちゃって、じゃあ検察庁も一番偉い人俺たちが決めるんだからじゃあ俺たちのことを無罪にしてるやつを検察庁の一番偉い人にしようぜって言うとできちゃうんですよ。基本的には権力者というものに逆らうことは庶民はできないので、なので庶民が権力者を何とかしようと思うと正義が実現できてないといけないんですよね。なので本来であれば検察が正義じゃなきゃいけないんですけど検察正義じゃないんで今はね、お天道さんは見てる的な正義というものを実現できる機関というものがあった方がいいんじゃないかなっていうね。とはいえ僕権力者なんで僕はね権力を使って何とかできる側なのかもしれないんですけどどうなんだろうね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。